私は葉月。25歳の時に夫の和也と友人の紹介で出会い、26歳で結婚しました。和也はとても容姿が整っていて、顔もよく、足も長い人です。結婚式では、あんな旦那さんと結婚できるなんていいな、と友人から羨ましがられたこともあるほどの自慢の夫でした。そう、自慢の夫だったんです。結婚して半年で仕事を辞めてくるまでは。俺、仕事辞めてきたから。会社での仕事を終えて帰宅したある日のこと。珍しく私より先に和也が帰宅していました。私の会社より和也が勤めていた会社の方が遠方にあったので、私は今日は和也仕事終わるの早かったんだな程度にしか思っていませんでした。和也の勤めていた会社は日本人なら誰もが聞いたことのある大手企業でした。私もそれなりの収入があったので、私たち夫婦はお財布は別々、生活費を折半して過ごしていました。それなのに私に何の断りもなく夕飯を食べながらさらりと会社を辞めてきたことを告白してきた和也に、私は唖然としてしまいました。どうして会社辞めたの？どうしても上司と会わなくてさ、ストレスで毎日胃がキリキリして辛かったんだよ。今日もその上司にぐちぐち言われて嫌になって辞表を書いて辞めてきた。和也がその上司をよく思っていないことは知っていました。夫婦の会話の中でも和也は上司の愚痴をよく言っていたからです。でも話を聞く限り、その上司は非常識なことを言っていたわけではなく、上司として和也をしっかりと指導してくれているという印象でした。上司と会わないなんてどこにでもある話です。和也の勤めていた会社は大手なので部署移動もありますし、上司の態度が気に食わないなら相談できるところもあったはずです。それなのに有名企業で働いている安定を手放して妻である私にも言わず突発的に仕事を辞めてきた和也に驚きました。じゃあどうするの？これから次の仕事のめどとかは立ってないんだよね。でもまあ俺も貯金があるしなんとかなるだろう。そうだ、うちの市は公務員試験の年齢制限が35歳までなんだよ。今から勉強して公務員にでもなろうかな。和也はこの時30歳。手に職があるわけでもなく、履歴書に書けるような資格も運転免許ぐらいの和也が再就職する先として公務員というのは悪くない考えだと思いました。夫が無職になったことの不安は大きかったですが、のんきに構えている和也を見ていると、まあ大丈夫かという気持ちになったのも事実です。こんな楽観的思考をしていたから私は地獄に落ちることになったのでしょう。和也は初めのうちは教材を買ってきて公務員試験に向けての勉強をしていました。頭の悪い人ではないので大丈夫だろうと思っていましたし、私も最初は和也のことを心から応援していました。ですが和也の勉強は1ヶ月も続かず、そのうち家でゲームばかりするようになっていきました。勉強しなくていいの？と遠回しに聞くと、和也は葉月が仕事行っている間にしているから大丈夫だよと答えるので、私はその言葉を信じることにしました。子供ならまだしも自分の夫に勉強しなさいなんて注意をしたくはなかったのです。結果、和也は公務員試験の筆記テストで不合格に。勉強したのにな、来年は頑張るよという和也に、本当に勉強しているのかなという不安はありましたが、公務員試験は狭き門と聞いていたので文句は言わず、頑張ってねとだけ言いました。和也はこの頃から生活費を入れなくなりました。最初は貯金から生活費は入れるから安心してと言っていたのに、生活費を計算して請求すると、
いや、今はちょっと。また今度渡すよ。などと言って、のらりくわりと交わされるようになり、果てには、欲しいゲームがあるからお金貸してくれない？とまで言い出すようになりました。和也の貯金はそんなに少なかったのかと不審に思って、さすがに問いただしてみると、和也は悲しげに、実は父さんと母さんに仕送りをしているんだ、と打ち明けました。義両親が私は正直に言うと嫌いでした。結婚の挨拶に行った時も、なんだか貧乏くさい子だね、と義両親に笑いながら言われ、年収や仕事のことなどを根掘り葉掘り聞いてきました。あまりにお金の話しかしない義両親に不信感があったので、年収も仕事のこともぼんやりとしか伝えないでいると、葉月さんはケチという烙印を押されてしまいました。結婚式でも義両親は非常識なことばかりしていました。私の両親や親戚にも年収や仕事のことを無遠慮に聞いて回り、お金持ちそうだと判断した人には愛想を振りまき、そうでないと判断した人のことはあからさまに避けるのです。そして披露宴の料理にはまずいと文句ばかり。それなのにタッパーを持参していて、各テーブルを回りながら、食べないならここに入れてちょうだい、もったいないから、と言って料理を持ち帰っていて、私と和也は大恥をかきました。和也は結婚式後に私に、俺の両親がごめん、と土下座し、失礼なことをしてしまった親戚たちには和也が自ら謝りに行ってくれました。そんな和也だから私は信じていたのですが、まさか義両親に仕送りをしているとは思っていませんでした。和也が言うには、義両親はほぼ毎日電話をかけてきて、洗濯機を買い替えたいからお金をちょうだい、外食に行きたいからお金がいるの、と何度も何度もお金の無心をしてくるのだとか。和也がそのお金は今まで払ってきたとのことでしたが、もう貯金は底を尽きてしまったというのです。わかった。じゃあお父さんとお母さんのお金も私が出すよ。本当か、ありがとう葉月。非常識な両親を持ってしまった和也に罪はないと、この時の私は思っていました。その日から私は和也からお金を請求されて、ほぼ毎日和也にお金を渡すことになりました。そのうち和也は、いちいち現金っていうのも大変だろうから、俺にクレジットカードを1枚貸してほしい、と言ってきて、私はしぶしぶカードを貸しました。これも和也が公務員になるまでの我慢だと思っていたからです。幸い私は仕事も給料が良く、副業で始めた飲食店もうまくいっていたので、お金には困っていませんでした。それでも私のお金がどんどん和也と義両親のために使われていくのは辛かったです。早く和也には公務員になってほしい、そう思っていたのですが、和也は31歳の時に受けた公務員試験でも筆記テストで落ちました。来年こそ頑張るから、と意気込む和也に、私はさすがにバイトくらいはしてほしいとお願いしました。勉強していたとしてもバイトくらいできるだろうと思ったからです。すると和也は大激怒。公務員になろうと頑張っている俺のことを葉月は応援してくれないのか、と大声でわめき散らした上に号泣するので、私はもうそれ以上何も言うことはできませんでした。私が30歳、和也が32歳になる年。和也は相変わらず私が見る限りはゲームばかりしていて、父さんと母さんが今度は新しい冷蔵庫が欲しいらしいんだ、という和也にお金を渡す生活は続いていました。夫婦関係はギクシャクしており、和也は私にお金を貸してほしい時以外は話しかけてこなくなりました。そんなある日、私は交流のあるご近所さんからとんでもないことを聞かされたのです。
旦那さん、最近よく女の人といるけど、妹さんと同居でも始めたの？その言葉を聞いたとき、頭がカッと熱くなりました。私にも和也にも妹なんていません。和也は私が仕事をしている間に浮気をしていたということでしょう。和也に対して残っていた愛情が一気に冷めるのを感じた瞬間でした。その後私は自宅に監視カメラをつけてこっそりと浮気の証拠を入手。探偵を雇って浮気相手の素性も調べてもらいました。相手はマミさんという女性だということが判明。いつ離婚を切り出してやろうかと思っていると、ちょうどよく和也が慌てた様子で私に報告しに来てくれたのです。葉月、父さんと母さんがこの家が欲しいって言って来週来るって言うんだよ。無理だって言ってるんだけど全然聞いてくれなくて。いいわよ、来てもらって。私がちゃんと話すから。私が拒否するとでも思っていたのか、和也はポカンとしていましたが、わかったとすぐに引き下がりました。あれだけお金を無心しておいて、今度は私たちが暮らしている家を奪おうだなんて、どれだけ強欲で非常識なやつらなんだと義両親に呆れましたが、ちょうど良かったのは本当です。私は義両親が来る日を決別の日とすることに決めました。当日、義両親は駅から歩きたくないとわがままを言ったので、和也が車を出して迎えに行くことになりました。和也が義両親を連れて帰ってくると、義両親はすぐに部屋を見て回って、ここは私の部屋ね。じゃあこの部屋は俺の部屋にしようとずうずうしい会話を始めました。はしゃぎながら家を見て回っていた義両親は満足して、私にやっと視線を向けました。じゃ、葉月さんは出て行ってちょうだいね。あなたたち離婚するんでしょ？どうしてそう思われたんですか？和也から葉月さんは公務員になろうという夢に向かって勉強している和也を全く応援してくれていないと聞いたぞ。それに次の嫁になってくれる人ももう見つけてあるってな。若くて可愛い子なのよね、和也。話を振られた和也は照れた様子で、まあ、と頬をかいています。実の両親から嫁に浮気を暴露されたというのに、なぜ照れていられるのか。こんな非常識一家のもとに嫁入りした自分の盲目さに我ながら呆れました。さ、葉月さんは早く出て行ってくれる？荷物もちゃんと持って出なさいね。置いていったものを売れるもの以外全部捨てておくから。出て行きませんよ。へ？と義母が間抜けな顔で口を開きます。出て行きません。この家は私が独身の時に建てた家です。和也さんは1円たりともこの家に払っていません。離婚はしますけど、私の家なのでこの家には住めませんよ。え？だって和也がこの家は俺がローン全部払ったって。和也が、それはと居心地悪そうに視線をさまよわせました。和也は見えっ張りな性格だとは思っていましたが、ここまでの大嘘つきだとは思っていませんでした。今まで和也のことを応援していた自分がバカバカしくてちょっと笑えます。ちなみにお父さんとお母さんが和也さんにお金が欲しいって言った時も払っていたのは私です。和也さんは今無職なので。無職？おい和也、お前仕事しながら公務員を目指しているって言っていなかったか？和也、どういうことなの？嘘だったってこと？和也は肩を縮めて無言でいます。自分の夫ではありますが、情けなくて仕方ありませんでした。もう和也さんとお父さん、お母さんにお金を奪われ続けるのには疲れました。出ていくのはあなたたちの方です。和也を引き取ってとっとと帰ってください。そんな、私たち前の家は売りに出してしまったのに。なんてひどい嫁なんだ。
記入済みの離婚届を和也に渡すと、呆然としている和也の横で両親が怒り出しました。もう1秒でも早くこの人たちと縁を切りたくて、私は和也の手にボールペンを握らせました。和也が浮気しているのは知ってた。離婚は和也の浮気のせいってことになるから、私は慰謝料を請求できる立場にあるけど、もういらない。今まで和也が浮気に使ってきたお金も、お父さんやお母さんに渡してきたお金も返せとは言わない。だから早くこれ書いて。私の前に二度と顔を出さないで。本当はお金をむしり取ってもよかったのですが、もうこの家族に関わり合うことすら嫌だったので、和也が離婚届に震える手で記入している姿を私は無感情に見下ろしていました。和也によって記入され、印鑑の押された離婚届を受け取っている間も、義両親はギャーギャーと騒いでいましたが、私は完全無視して離婚届を大切にしまいました。これでおしまいと言いたいところなんですが、今日はお客様が来ているんです。お客様？和也が放心状態でつぶやくとともに、私は隣の部屋のドアを開けました。そこにいたのは和也の浮気相手のマミさんでした。マミちゃん？和也さん、結婚しただって本当だったんですね。どうして私に独身だって嘘をついていたんですか？そう、マミさんも和也の嘘に騙されていたのです。浮気相手がマミさんだと分かってすぐに、私はマミさんに会いに行きました。責めに行ったわけではなく、事実を確認したかったからです。するとマミさんは和也が結婚していることも知らず、無職であることも知らず、和也は独身の公務員だと知らされていたのです。マミさんは和也に結婚しようと言われていたらしく、事実を知った時は泣いていました。ですが今のマミさんは顔を真っ赤にして怒り心頭の様子です。和也さん、最低ですね。全部嘘だったんですね。マミちゃん、ごめん。声をひっくり返して謝る和也の情けない姿に、義両親も唖然とする中、マミさんは和也に歩み寄り、和也の頬に一発平手を入れました。頬を押さえて涙ぐむ和也に、マミさんは言い捨てて去りました。私の父は弁護士です。和也さんからはしっかり慰謝料を払ってもらいますので、覚悟しておいてください。待ってマミちゃん。つかつかと家を出ていくマミさんの姿を追いかけて、和也が転びながら家を出ていきます。義両親は突然の展開についていけなかったのか突っ立っていたので、もう私たちは他人になるのでとっとと出て行ってくださいと言って、引っ越しの大荷物を抱えた義両親を外へと追い出しました。こうしてすっきりとした我が家で、私ははあ、やっと終わったと和也たちと縁を切ることができたことに喜んだのでした。その後、私は一人の人生を満喫しています。副業の飲食店がかなり調子が良かったので2号店を出店。仕事も楽しくて幸せな日々です。一度だけ和也が私が経営している飲食店に来て、葉月を出せと暴れたので、すぐに警察に電話して連行してもらいました。和也の貯金が尽きたというのは本当だったようで、マミさんへの慰謝料を支払うために必死で働いているのだとか。和也と義両親は狭いアパートで貧乏暮らしを強いられており、こんな生活を送ることになったのは葉月のせいだと思い込んだようで、私に文句を言うために飲食店に乗り込んできたそうです。もちろん私のせいではないので、警察も和也の言い分には呆れていた様子でした。そして意外なことに私とマミさんは気が合い、今や時々食事に行く仲になっています。和也は最低だったねと笑い合う仲になったのだから、不思議なものです。